娠中に知っておきたい母乳育児、妊娠後期の病院受診方法についてお話しさせていただきます。妊娠も終盤に入ってきました。今の時期はお産方法などに気持ちが集中してしまいがちですが、その延長線上には赤ちゃんの栄養、つまり母乳育児がスタートします。今回は母乳育児に対しての必要な情報をご提供させてもらい、お一人お一人に合った母乳育児方法をスタッフと一緒に考え、より良い母乳育児がスタートできるようにと考えています。では、妊娠中期で見た動画のおさらいです。まず、赤ちゃんにとっての母乳の利点は、免疫が含まれており、病気の予防になること。次に、母乳のタンパク質は消化吸収によく、消化機能が未熟な赤ちゃんにとって負担がかかりません。母乳を飲むときには顔全体の筋肉を使うため発達を促します。そして母乳はいつも新鮮かつ適温であり、細菌に触れることが少ないので衛生的です。ママにとっての利点として、赤ちゃんがおっぱいを吸うことで子宮を収縮するホルモンが分泌されるため、子宮の回復が促されます。また、授乳中には下腹部や太ももなどの脂肪を落とすホルモンが分泌されるため、妊娠前の体重への回復が促されます。がん発生率の減少させ、経済的、災害時も衛生的で困りません。以上の理由から母乳育児をお勧めします。赤ちゃんは生まれてから1、2時間ははっきりと目覚めています。それ以降になると赤ちゃんは深い眠りに入ってしまいます。お産後すぐに赤ちゃんに触れて授乳をすることで母乳育児が成功します。そのため、当院では赤ちゃんとお母さんの状況が許せば、30分以内に授乳を開始できるようにサポートしていきます。出産直後からお母さんのおっぱいを吸ってもらい、刺激することで母乳が出てきます。どんな形のおっぱいでも赤ちゃんは乳房を見つけて吸い付くという本能が備わっています。初めて出会ったおっぱいを赤ちゃんは自分の唯一のおっぱいとして認識します。この早期の授乳で赤ちゃん自身にママのおっぱいを認識してもらうことがポイントです。そのため、初回の授乳は栄養を取るためということ以上に、おっぱいとの出会いがとても重要です。赤ちゃんが吸わないと、おっぱいを作るホルモンはどんどん低下していきます。出産後24時間以内にどれだけ赤ちゃんに吸わせたかがたくさんおっぱいを出すことにつながっていきます。赤ちゃんが寝てしまっていても、赤ちゃんの口に見立てて自分の手で乳輪部をマッサージするといいです。マッサージ方法は助産師がお伝えします。母乳は最初から出てくるものでも、待てば出てくるものでもありません。赤ちゃんがおっぱいを吸うことで2つのホルモンが分泌されてきます。1つ目がオキシトシンホルモンです。幸せホルモン、愛情ホルモンとも言われています。オキシトシンは母乳を乳頭から押し出す働きがあります。次がプロラクチンホルモンです。赤ちゃんは夜に元気な子が多いですが、プロラクチンも夜間に多く分泌されます。何回も授乳すると、おっぱいがたくさん出てくるようになります。お産後すぐに赤ちゃんに触れて授乳をすることで、母乳育児が成功します。
入院中のお母さんからよく聞かれる言葉があります。出ないおっぱいを吸って赤ちゃんがかわいそうですという言葉です。しかし、おっぱいを吸うことには母乳を飲むこと以外にもたくさんの意味があります。おっぱいを吸うこと自体でうんちを出すホルモンが出て、黄疸の予防につながります。おっぱいをあげることで赤ちゃんとのコミュニケーションを取ることができ、赤ちゃんの安心感、信頼感を育てます。お母さんは母乳が出なくて心配になるかもしれませんが、赤ちゃんが吸ってくれた分だけ母乳は分泌します。また、お母さんの子宮収縮を助けてくれるので、産後の出血が減ります。赤ちゃんがおっぱいをたくさん欲しがる、吸いたがることは理にかなっているのです。生まれたばかりの赤ちゃんの小さな胃の容量は小さじ1杯程度です。その中にはまだまだたくさんの羊水が残っています。初乳には高濃度のタンパク質、少ない脂肪分、免疫、赤ちゃんの発達を助ける成分がたくさん入っています。生まれてすぐは赤ちゃんも体外生活に慣れておらず、ママの存在を確認するように何度もおっぱいを吸います。生後1週間は赤ちゃんは日中に眠り、夜間に何度もおっぱいを吸う生活を送ります。赤ちゃんに合わせてしばらくは細切れの睡眠が続きます。赤ちゃんが寝ている間に休息を取るようにしましょう。当院は不必要な人工乳は与えていません。入院中は母乳分泌確立に大切な時期であり、人工乳をあげることで母乳を吸う機会を減らし、母乳分泌確率が遅れます。母乳には人工乳にはない胃や腸の壁を保護する物質が含まれていて、母乳で満たしてあげることで病気になりにくい赤ちゃんの体を作ります。一番最初に胃や腸に到達する栄養が母乳だと、それがごく少量だとしても、それが赤ちゃんを守ります。赤ちゃんの胃の容量も小さなビー玉からピンポン玉程度で、人工乳が入る隙はありません。入院中、赤ちゃんに人工乳が医学的に必要と判断した場合には、お母さんに相談した上で人工乳を補足しています。また、母乳育児の妨げとならないように量を調節します。赤ちゃんが泣くときは空腹を訴えている最終的な手段です。赤ちゃんの空腹のサインに気づいたら、赤ちゃんが泣き出す前に授乳を始めるのがいいでしょう。授乳間隔は2から3時間以内を目安に、1日8から12回以上授乳します。授乳が終わったと思ったら、再び赤ちゃんが泣き出し、授乳を再開することも出産直後から3日目までは多いです。泣くまで待たない。これが鉄則です。赤ちゃんが生まれてから数日、少なくても入院中は頻回授乳のため、まとまって眠ることはできません。赤ちゃんはお母さんのおっぱいをたくさん飲むために昼夜問わず授乳を催促してきます。特に夜間元気な赤ちゃんは多いです。夜に母乳分泌ホルモンがたくさん出ることを赤ちゃんは知っています。お母さんも赤ちゃんの欲求に応えるため、妊娠中から準備を始めています。ファミリープランの記載は進んでいますか？どのような出産がしたいか考えてみましょう。例えば、
陣痛中、手術前の過ごし方や赤ちゃんへの思い、母乳育児への考えなど、これから始まる赤ちゃんのお世話をイメージし、どのようなことを準備しておくか、具体的に家族にどんなサポートを望むか、家事のヘルパーさんや食事の宅配サービスの利用など、具体的に考えたり、家族と話し合うこともファミリープランです。出産への不安や質問を書いていただいても構いません。今まで自分の体と向き合ってこられたと思います。その体で積極的に出産に臨みましょう。入院時にお忘れなく助産師にお渡しください。出産が始まるサインは、お印、陣痛、破水です。まず、お印は下着につくくらいから生理の時と同じくらいの出血のことを言います。色は茶褐色からピンク、または赤い出血まで出ることがあります。量がどんどん多くなってこなければ自宅で様子を見ましょう。次に、陣痛とは痛みを伴う規則的なお腹の張りのことを言います。初めての出産の方は10分ごとに規則的な張りがあったとき、2回目以降の出産の方は15分ごとに規則的な張りがあったら病院に連絡をしてください。状態をお聞きして来院していただくか、自宅でもう少し待機していただくか判断いたします。来院しても子宮口が開いていなければ自宅待機してもらう可能性があります。破水は赤ちゃんを包んでいる膜が破れ、お水が流れることを言います。量はちょろちょろと流れて少量の場合と、バシャッと流れ続ける大量の場合があります。少量のみ出る場合には、尿漏れと勘違いすることもあるので、破水かどうか判断がつかない場合には、病院に連絡をください。また、破水をした際には、お風呂に入ったり、シャワーは浴びたりせずに病院に来てください。帝王切開術予定の方は、入院日より前に陣痛や破水があった場合には、すぐにご連絡をください。こんな時は、すぐに病院に連絡をください。赤いサラサラとした出血が多いとき、お腹の痛みが異常に強く続くとき、お腹の一箇所だけ激痛があるとき、お腹全体が板のように硬い状態が続くとき、胎動を全く感じないとき、いつもとは違う状態のときには迷わず連絡をください。テキストにも記載があるのでご確認ください。破水や陣痛、緊急時の連絡方法は、平日8時半から17時までの間は、病院代表電話にかけていただき、母子医療センター外来へいらしてください。土日、祝日、夜間は、9-2病棟直通へかけてください。電話番号は、診察券やテキストのピンクページ、テキスト裏表紙にも記載していますのでご確認ください。また、必ず本人が連絡をしてください。詳しい状況をお聞きしますのでよろしくお願いします。電話の流れはテキストのピンクページに記載していますので一度目を通しておいてください。帝王切開術予定の方は入院日より前に陣痛や破水があった場合は、上記の方法ですぐにご連絡ください。入院の方法です。陣痛や破水の時に救急車は使えません。自家用車の使用や陣痛タクシーを手配しておくと良いと思います。指輪やアクセサリー、
コンタクトレンズなどは必ず外しておきましょう。上のお子さんは病棟に入れませんので、病院に来るときにはご家族などに必ず預けてから来てください。帝王切開術を予定している方も、緊急の時のために預け先を検討しておきましょう。また、お産の立ち会いは旦那さんまたはパートナーの方のみです。旦那さんやパートナーの方の代わりに他の方が分娩に立ち会うことはできません。立ち会いはその時の社会情勢に応じて実施させていただきます。土日祝日夜間は救急車が止まっている救急棟入り口より入り、警備の方にお声掛けください。いよいよ36週を迎え、妊娠期間も終盤に入りました。私たち助産師は、妊娠・出産・育児の主役は、お母さん、お父さん、赤ちゃんだと思っています。お母さん自身が自分で出産をやり遂げるのだという自信と積極的な姿勢が何よりも大切です。お母さん自身が持つ産み育てる力、赤ちゃんの生まれてくる力、お父さんの家族を支える力を信じて、一緒に新たな命と出会える楽しみを感じながら、日々皆さんに関わっています。想定していなかったことが起こることもあるでしょうが、最後まで準備して出産・育児に取り組みましょう。助産師はあなたの隣にいます。いつでもご相談ください。